刀工将軍として知られる蜀の名将、王兵、王資金になぞらえられている日本の戦国武将とは、尾藤友貞、またの名を尾藤友信、尾藤左衛門佐友貞です。こんにちは、筆案フラフラ祭です。このチャンネルでは江戸時代後期の書籍、英傑三国志伝を紹介しています。これは絵本体後期と通俗三国志を比較し、その登場人物を次々になぞらえ合うという書籍です。さて今回ご紹介するのは、英傑三国志伝において豊臣秀吉型の武将、尾藤友貞が三国志における蜀の王兵になぞらえられているというお話です。なお、尾藤友貞のこの顔は、絵本体後期の内容をもとに AI が作成したイメージ画像です。尾藤友貞と王兵、このなぞらえがどのように成立するのか、今回は作者の周草案の心を読み解くのがとても難しいなぞらえでした。私がどのように解釈したか、それを皆様にご理解いただくために、今回はこの2人の意外な共通点をドラマ仕立てで追ってまいりましょう。私の空想もかなり入っておりますが、お許しください。さて、尾藤友貞。もともとは美濃の土豪の家に生まれ、羽柴秀吉に仕えた武将の一人です。最初の名乗りは助十郎。後に左衛門佐と称しました。一度は讃岐17万石という大量を与えられるほど秀吉に重用されましたが、その栄光は長くは続きませんでした。遡れば天正15年、豊臣秀吉は天下統一を目指し、九州征伐に乗り出します。相手は薩摩の雄島津氏。この時九州の大半を手中に収めており、戦国でも屈指の猛将揃い。この島津に対し、秀吉方は戦国秀久、長宗我部元親、十郷正康らを先発として送り込みました。この中の一戦に、いわゆる決議川の戦いがあります。島津は見事な釣りのぶせで豊臣方を誘い込み、戦国らは無謀に溶かして突撃をかけました。この釣りのぶせとは、戦国時代の島津氏が用いた戦術の一つで、おとり部隊が敵を誘い込み、伏兵によって包囲殲滅する戦法のことです。豊臣方の大将である戦国の軍は釣りのぶせにかかり大敗。十郷正康は討ち取られてしまいます。この失態で戦国は所領を失い改易。豊臣方は混乱を極めました。ここまでは前回戦国秀久が馬良に例えられた話の紹介でもお話ししています。ここに戦国秀久の後任として登場したのが尾藤友貞です。秀吉としてももう二度と失態は許されぬと非常に厳しい目で尾藤に命を託したことでしょう。尾藤友貞は慎重な人物でした。続く根城坂の戦いでは、宮部慶順が守る砦が島津に吸収されましたが、尾藤友貞はこの時、勝った後の追撃には慎重論を唱え、兵の被害を抑える判断をしました。これが結果として島津を取り逃し、秀吉の怒りを買ったのです。なぜ追わなかった？秀吉に叱責された尾藤友貞は、所領を没収され、その身を危ぶんで相模の地に逃れました。しかし、北条氏が滅びるとき、その波に飲まれて討たれたと伝わります。まさに浮き沈み厳しい戦国武将の末路でございました。さて、もう一方の王兵、三国志、蜀の王兵であります。もともとは異民族の出とも言われており、その後蜀に降り立ち、諸葛亮の信任を得た武将として知られています。外帝の戦いでは馬謖の作戦を諌めましたが聞き入れられず、馬謖の大敗で蜀軍は危機に陥ります。その時王兵はわずか1000の兵をまとめ、陣太鼓を鳴らして退却戦を指揮しました。義軍は伏兵を疑い深追いをためらい、その間に残兵を集めて王兵は整然と退却したのです。この功績は計り知れず、王兵は後に刀工将軍と称され厚遇されました。このように尾藤友貞も王兵もどちらも他人の無謀を諌めた、自らは守備を固めたという共通の役回りなのです。しかし王兵はそれが成功し、尾藤友貞はそれが秀吉の逆鱗に触れて破滅した。見方を変えれば、すなわち防御を重視するスタイルの引きこもごもをこの二人の人物に託して周草案はなぞらえたのではないかと私は考えるのです。戦国秀久が失脚し、尾藤友貞が代わって九州征伐の流れを継ぐ。その中でより慎重に行動し、しかし失敗してしまう。もし王兵の外帝の判断によって戦争の結果が違っていたら、もし尾藤友貞の九州での判断によって戦争の結果が勝ちに転じていたら、そんな畏怖の物語として尾藤友貞を王兵に当てたのではないかと、そう思われるのです。そう考えれば実に面白いなぞらえ方ではありませんか。とはいえ、今回のなぞらえ星は勝手ながら
星2つになります。物語の深さに3点はつけたいのですが、どうしても他の人間関係の近さやエピソードの数には弱い印象でした。それでも周宗庵がこの一筆でどんな思いを託したか、つい考えてしまう。そこがまた英傑三国志伝の面白さでございます。さて、次はどの武将がどの三国志の英雄になぞらえられているのでしょうか。それは次回の講釈お楽しみに。筆案フラフラ祭でした。